1721年、ツェルニアの探検家エール・フィッチャーは国王の命を受け、探検隊を率いて海図の作成と新航路の発見を目指していた。航海から2ヶ月後、フィッチャーはとある絶海の孤島に上陸し、そこで子供を含む20人ほどの部族を発見する。驚くべきことにその部族は100年以上も前にこの島に漂着したツェルニアの探検家フジョー・エンラステラの子孫だったのだ。さらに不思議なのは、エンラステラが率いた探検隊には男性しかいなかったということだ。エンラステラたちはなぜ島から脱出せず永住することを選んだのか。彼らは一体どのように数世代にもわたって子孫を存続できたのか。エンラステラの残した航海日記から漂着者に運命を左右された絶海の孤島の秘密に迫る。ツェルニアから南西に約1000キロ、ユラオスト洋に浮かぶフジョー島をご存知だろうか。この島は1721年に探検家エール・フィッチャーによって発見された絶海の孤島である。しかしフィッチャーが島を見つけた時、そこは無人島ではなく2つの集落からなる部族が暮らしていた。探検隊が部族に接触を図ると、驚くべきことに彼らは自分たちと同じツェルニア語を話したという。理由を尋ねると村の長老はこう語った。我々の父と母はもともとあなたたちと同じ探検家だった。彼らが漂流してたどり着いたのがこの島だった。我々はその子孫なのだ。その探検家こそフジョー島の名の由来にもなったフジョー・エンラステラであった。しかしエンラステラ率いる探検隊は46人すべて男性で構成されていたと後の研究で判明している。彼らは数世代にわたる繁栄をどうやって築いたのか。その謎を解き明かすにあたって、まずは探検隊が島に定住した理由を考えたい。そのヒントはエンラステラの航海日記に見つけることができる。そう語るのは歴史研究家のヘイリー・ペンバートン教授だ。彼は自身の著書「フジョー島の秘密」でおよそ200年前の航海日誌をもとに次のように綴っている。1616年8月30日、エンラステラ率いる46人の探検隊はロア・ツェルニア号に乗り、ツェルニア東部サンベーク港から出港した。航海が2ヶ月ほど経った頃、ロア号は偏西風と海流のぶつかりから非常に荒れた海に突入する。大波の影響で木製のキールが大破、ロア号は航行不能となってしまった。エンラステラたちはおよそ船とは呼べない破片につかまり、翌日フジョー島に流れ着いた。この時半数余りの乗組員が亡くなり、上陸したのは20人しかいなかった。彼らに残されたのは最低限の荷物だけだった。島の北側に上陸したエンラステラたちは飲み水の確保に急いだ。幸運なことにその日のうちに島の中央部で滝を発見し、彼らはその近くを本拠地とした。フジョー島は自然豊かな孤島で、固有種の生物も数多く見られた。はじめは沢の生き物や本国でも見られた可食植物を選んで食べたという。漂着から数日後、エンラステラはあるものに危険性を感じるようになる。探検隊が携帯していた銃だ。20人の成人男性の食料を常時確保することは状況からして非常に困難。しかし力で奪い合う事態は何としても避けねばならない。エンラステラは銃を島のどこかに全て隠し、島内での規範作りに専念した。本能による争いは許さず、極めて理性的であることを重んじた。空腹の猛獣より腹を空かせた人間の方が恐ろしいと彼は分かっていたのだ。ペンバートン教授は続けてエンラステラ時代の航海事情について話した。この時代の探検船は木造が主流で、鉄製の船が発明されるまで対応における難破はよくある話だった。熟練の探検家であるエンラステラが漂流時の対策について詳しかったというのは何ら不思議ではない。厳然とした規範を作ったのも本国の上下関係がこの島では通用しないことに彼が気づいていたからであろう。しかしエンラステラの一連の行為には一点だけ謎が残る。島から脱出するという意志がまるで感じられないのだ。彼らは他の船舶の往来を見張ることもせず、
それどころか外部から発見しづらい森の中で生活している。それを証拠づけるように日誌にも島から脱出を試みた記述は一切見られなかった。島に到着した時点からすでに彼らは脱出を諦め、島内での長期生存を目的としていたのだろうか。ペンバートン教授はこう推測する。遭難した際、救助が来るまで生き延びるために知恵を絞るのは遭難者にとって正常な判断である。ことをともなれば長期的な滞在も予想され、エンラステラはそれを見越して規範の整備に取り掛かった。しかし邪推をするとすれば、ペンバートン教授は続ける。当時エンラステラは本国で裁判を数件抱えていた。それは過去に座礁した船舶の責任を追及されてのものだった。付け加えて不可思議な点を指摘するならば、漂流したこのロワ号の航海は国王の命によるものではなかったということだ。国王の命令を受けていない探検航海は資金調達の面から一般的ではない。つまりこの航海は探検ではなく植民地への逃亡であった可能性も否めない。そうであるならば、たまたまたどり着いたこの浮上島に永住しよう、そう試みるのも納得がいく。最初の謎に戻ろう。男性だけでの探検隊はどのように子孫を繁栄したのか。浮上島の秘密にはこう綴られている。漂着して1ヶ月後、探検隊のうちすでに3人の仲間が怪我で衰弱し亡くなっていた。厳しい環境の中、エンラッセラたちはさまざまな社会規範を作り、それに準じた生活を営んでいた。しかしあることがきっかけで生活は一変する。島の原住民との出会いだった。この島には原住民が生活していたのだ。エンラッセラたちは長い時間をかけ原住民と友好関係を築いた。彼らは250人ほどの人口を有し、島を隅々まで熟知していたという。狩猟採集や小魚を中心とした漁で自給自足を行い、エンラッセラたちも言葉が通じない中で様々なことを教わった。しかし一点においてエンラッセラたちと原住民族には距離があった。それは女性と子供である。エンラッセラたちと交流するのは決まって男性であり、女性や子供との接触は許されなかったのである。この交流生活は半年ほど続いた。漂着してからというもの、争いを避けるため本能に重い蓋をしてきたエンラッセラたちだったが、原住民族と交流を重ねるにつれ、その蓋はゆっくりと開き始めていた。季節は冬に差し掛かり、島の気温が低くなり始めたその日、彼らの蓋は完全に開いてしまった。人間の理性は本能には勝てなかった。エンラステラは隠していた銃を取り出し仲間に与え、原住民を次々と銃殺し始めたのだ。狩りの対象にされたのは全て男性だった。手段は問わず、放火など様々な方法で原住民男性を襲った。エンラステラ自身、この時のことを日誌にこう記している。内なる何かは私に子孫を残せと叫んでいる。仲間たちもそうだ。自分が生きる以外の何かを欲している。性的な欲求などという生優しいものではない。もっと壮大な何か。あの時私たちは獣だった。それが終わると、探検隊たちは原住民の家に移り住み、女性たちと暮らし始める。彼らは生まれてきた子供と女性たちにツェルニア語を教え、海の向こう側の話を聞かせた。子供たちには虐殺の話は伏せ、母親たちも自分たちと同じ探検家であった、そう伝えた。こうしてエンラッセラたちの子孫はフィッチャーが発見する105年後まで4世代にわたって繁栄をすることになる。漂着から1年経った頃、エンラステラは怪我による感染症で亡くなったことも付け加えておこう。ペンバートン教授は最後にこう締めくくった。エンラステラの行為を善悪の尺度で見てはならない。あの虐殺を悪と感じるのは彼らのことを文明という温かい家の中から見ているからだ。元来人間をはじめ多くの生き物は強いものだけが子孫を残せたのだ。彼の言葉を借りるなら、きっとあなたの中にもエンラッセラと同じ化け物が理性の蓋の中に潜んでいることだろう。翻って1721年、エンラステラの子孫を発見したフィッチャーらは島民たちをツェルニアに帰国させようとするも、自分たちは島内の生活に馴染んでいるとして子孫たちはそれを拒否した。
その後不条島と名付けられたこの島の住民は残念なことにフィッチャーたちが持ち込んでしまった病原菌の影響で全滅してしまったという。1世紀にわたって漂着者という異分子によって運命を左右されてきた不条島の住民たち、皆さんはどう考えるだろうか。